いくです。今回は韓国のソンスのトレンドを詰め込んだ Vlog になります。前パケ買いしてリールとかでも紹介したこのブレイっていうブランドからお話をいただいて、一人で韓国に旅行に行ってきます。前韓国に旅行に行った時にソンスっていう街が一番好きだなって思ったんですけど、トレンドの街っていう感じで、新しいお店とかおしゃれなカフェとか、あといろんなお店のポップアップとかがやってるようなところで、新しいものとか流行ってるものがたくさんあって、ファッションだと最近 Y2K とかギークシックとかメガネのスタイルとかが流行ってるのと、コスメで言ったら身につけられるような持ち歩けるようなコスメが割と最近多くなってきてて、チェーンがついてたりとか取っ手みたいなのがついてたりとか、そういうトレンドから生まれたのがこのブレイっていうコスメで、オリーブヤングでも1位を取ってるような話題のコスメなので、ブレイと一緒にソンスに行って今の雰囲気とかお店とか皆さんと一緒に体感していきたいなって思ってます。ソンスに新しくオリーブヤングもできたみたいで、コスメとかも欲しいのがあったら買っていきたいなって思ってます。初めての一人旅でちょっと不安なので、皆さんよかったら温かく見守っていただけたら嬉しいです。じゃあこれからまず空港に行きましょう。行きは夜の便でさらに遅れてたので、深夜にホテルに着いて明日から元気に回ろうと思います。おはようございます。化粧直し用に今日つけたリップを持っていきます。チェーンがつけられるので、カバンにつけたり肩からこうやってかけて持ち歩くこともできます。韓国は日本よりもすごく寒くて雪が残っていました。新しくソンスにできた最大規模のオリーブヤングに行ってきました。コスメの展示があったり、香水や雑貨やちょっとしたおやつやいろんなものが売ってます。欲しいコスメがありすぎて、ここでだいぶ長いことショッピングしたんですけど、今日つけてきたブレイも置いてありました。これは色なしのリップバームのタイプですね。新しいコスメがたくさん試せるので、コスメ好きな人は行ったら絶対楽しいと思います。
今日つけてるのはこれです。このネーミングのリップ気になってたのでスウォッチしてきたんですけど、マットの方は質感がすごく柔らかくて可愛かったんですが、色的にちょっと迷って今回は見送りました。でもハートのパッケージがすごく可愛かったです。あとハートパーセントのリップライナーで新しい色を買い足したかったので、めっちゃいろいろ迷って他にも厳選したものをいろいろ購入してきました。買ったコスメの紹介動画も後で載せます。ここでちょっとクレジットカードの大事件が起きたんですけど、会計後に他の日本人観光客の方がクレカの話をしてて、不安になって確認したらお財布に入ってなくて、どこを探しても見つからず、オリアンのスタッフさんに聞いたら奥から持ってきてくださって、もうあの場を動いてたら一生見つからなかったと思うので、あの時話されていた日本人の方本当にありがとうございました。ずっとオンラインでチェックしていたブルーエレファントに来ました。お店もすごく可愛くて、いろんなメガネとサングラスが試せるようになってます。赤茶系か黒で迷ったんですけど、これがすごく形が可愛かったのでこれを買って帰りました。お店の人にこの型番を写真に撮って見せて買うっていうシステムになってます。来てみたかったヴィンテージショップにも寄ったんですけど、ここのメガネもすごく可愛かったです。歩き疲れてカフェに行きました。ここは割と有名なカフェだと思うんですけど、ベッドとかソファーとか可愛い形のケーキが食べられます。どこから食べるかすごく迷って枕から行くことにしました。帰り道にまた無審査に寄りました。このファーのコートとかが欲しくっていろいろ吟味してるんですけど、皆さんも冬のアイテムこれ買ったよっていうのがあったらコメントで教えてほしいです。無審査は店舗によって作りとかディスプレイがいろいろ違って面白かったです。こちらの店舗はアート系のものが
多く置いてありました。이번 경로에는 성산 119 안전센터입니다.韓国最終日です。おはようございます。早速昨日買ったブルーエレファントのサングラスをつけました。今日は午前中くらいしかこっちにいられないので、ソンスで回りきれなかったところをプラスで見ていきたいなと思ってます。こちらの LCDC がお洋服もすごく可愛いし、下にカフェもついているので、また時間がある時に来たらゆっくり見たいなと思います。韓国の雰囲気を感じられたり、美味しいものを食べられたり、コスメ買えたり、とっても刺激的な旅でした。最後にオリアンでお土産のお菓子などを買って空港に向かいます。今回ブレイと一緒に旅してきたんですけど、バッグにいろいろつけてる韓国の女の子たちが本当に多くって、リップスリークのチェーンとか他のものと一緒にジャラ付けするのめっちゃ可愛いだろうなと思いました。この間韓国から日本に上陸して、ロフトとかで実物を見ながら購入できるようになったので、リップにもチークにも使えて便利だし、持っているだけで可愛いトレンドのアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私の一押しはリップに使っていた7番のブラウン系のやつです。最後まで人生初の一人旅にお付き合いいただきありがとうございました。皆さんにソンスの雰囲気とかが伝わって楽しんでいただけてたら嬉しいです。次の動画では可愛すぎて買ったコスメの紹介をします。韓国の雰囲気楽しめたよって方はグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。それではまたね。